こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は、2日ぶりに新しい YouTube ポッドキャストをアップロードします。はい、できるだけ毎日作っていたんですが、2日お休みしなければいけませんでした。どうしてかというと、実は私の目です。はい、この今ね、絵が描いてあります。目がとても痛いという、はい、病気ですねだったので、ちょっとパソコンを使うことができないという状態でした。はい、実はもう2年ぐらい前からずっと目が痛かったんですね。ですが、目薬をさしてそうすると、朝は大丈夫ということが多かったので、なんとか我慢をしていたんですが、ついに、3日前ぐらいにもうとても痛い、はい、もう痛くてこれはダメだ、もう病院に行った方がいいというふうに思いまして、はい、病院に行きました。はい、ですがその日は病院はお休みだったので、次の日に病院にやっと行けて、はいということで、やっとそうですね、今日はなんとかポッドキャスト作れるかなということで、はい、お話をしようと思っています。はい、ですのでちょっと2日お休みしました。と言いながらも病院に行った時にですね、なかなか面白い日本人に会いました。はいそのお話を今日はしようと思います。はい、そして先にですね、これはどういう話なのかというのを、あと私の目は大丈夫かと心配してくれてる方もいると思います。実は昨日私のYouTube から、皆さんにメッセージで、コミュニティっていうメッセージのところから皆さんに実は目が痛いんですっていうふうに、だから YouTube 作れませんっていうメッセージを送ったんですね。そしたら結構何人か大丈夫ですか、お大事にしてくださいってメッセージを返してくださっていて、はい、多分ちょっと心配してくれている方も何人かいらっしゃると思うので、大丈夫か今っていうことを含めて、簡単に今日の話をじゃあ先に言いましょうね。いつも長くなってしまいますからね。はい、ですね、例えばこの話をとっても簡単に、そして分かりやすくシンプルに言った場合、例えばチャット GDP、 はい、あれがAI ですね。 AI が話を短く言ってくれると思うんです。だからそれがもし言った場合、はい、AI が今日の話を簡単に話したら多分こうなります。ちょっと言ってみます。私 AI が今日の話をまとめます。簡単に言います。ピンポンパンポン。私は目が痛いですから目の病院に行きました。目の病院は眼科と言います。病院に行って待っていました。自分の順番を待っていました。その時にとても面白いおばあさんに出会いました。先生は私の目を見て、目の上に石がありますと言いました。はい。でも私はあまりびっくりしませんでした。痛いですから。はい。そして先生は私の目を治しました。今私はあまり目が痛くありません。病院でもらった目薬をつけて少し良くなるのを待っています。ピンポンパンポン。はい、多分こんな話になりますね。簡単に言った場合ですね。AI が今日の話を簡単に言うとこういう話です。でも
これではつまんないんですね。とっても面白くないんですね。やっぱり AI って面白くないってちょっと思うんですけど、いえいえ AI は使い方によってね面白くなるんですけど、はいとてもつまらないシンプルにもし話をまとめるとこういう話です。だけどっていうか、だから私の目は今は大丈夫ですよ。ちゃんと見えますし、目の上に石があったらしいです何石って思いますけどね。目ありますね。目のちょっと今だけこれスクリーン見てください。ここのちょっと膨らんでるとこありますよね。こうねぷくってしてるとこね、ここまぶたっていうんですね。この目の上のとこね、まぶたのこれ先生ってこう目をグリってひっくり返すんですね。目をこう持ってベロって上に上げるんですね。ここをねベロって。そしたらそこの裏のまぶたの裏のところ、ここのまぶたの裏のところに石があったらしいです。もちろん石、外に落ちてる石じゃなくて、私の体の中から出てきた油とかでできてしまう石みたいです。でそれがずっと多分もう1年以上前から小さいのがあって、多分どんどん大きくなったんだと思うんですね。でそれがあったので目が痛かったんではないかと先生は言っていました。でそれを先生は切って、シュッてもすぐ何ですか、痛くない薬をね目に入れて、じゃあ切りましょうって言って切ったんですけど、でそれやってもらって、多分良くなるんじゃないかと先生はおっしゃっていました。なのでちょっと様子を見ています今ね。今大丈夫です。調子がいいです。で、それは私の目の話だから今大丈夫。心配してくださった方ありがとうございます。今は見られますが、やっぱりでもパソコンとかスマートフォンとかはあんまり長く見られないですね。目が乾いてしまう、ドライアイになってしまうので良くないそうです。この今の私には特に。ですので今日はスライドが全然ありませんからね。皆さん本当に今日ポッドキャストと思って聞けますよ。聞くことにフォーカス、集中、コンセントレートしてください。でね、今日皆さんにお話特にしたいのはこの私の目の話じゃなくておばさんの話です。どんなおばさんに会ったかという話ですねなかなか強かったですね、おばさんね。ということで、じゃあ今日そこからが大事な話です。いきましょう。ですね、まずこの病院すごい人気があって、朝早くから並ばないと、並ぶんですよ。ラーメン屋さんみたいに並ばないとすごく遅い時間に先生に見てもらう、先生にやっと会えるという、そういう病院なんですね。それは前から知っていたし、インターネットにも書いてあったから、じゃあ早く行かなきゃと思って早く行ったんです。朝9時から、診察といって目の検査とかが始まりますってオンラインに書いてあったんですけど、だいたい普通の病院って9時から始まるっていうと8時30分8時半くらいからもう入り口が開いて、受付今日お願いしますっていうふうに受付をすることができることが多いんですね、病院ね。だからじゃあ9時からもう始まるから、多分8時半にはそこに行ってもう受付をしてもらわないとダメだなきっとと思って、できれば8時15分くらいから並びたかったんですけど、ちょっと遅くなってしまいまして、8時半に本当に8時30分に私病院に着いたんですね。でそしたら、その日雨が降ってたんですけど、それでも8時30分でその病院は開いていなくて、シャッターガラガラガラってね、シャッターが閉まったままで、その雨が降っているその病院の屋根のところに人が椅子に座って待ってたんですね。
で、もう私が行った時は自分は8番目8番8時30分で8番目でも多分いつもはもっと混んでるかもしれないですね。でちょっとびっくりしたのが、ただ皆さん立ってると思ったんですけど、そのシャッターが閉まった前で椅子に座ってるっていうのがびっくりしました。で椅子がそれももともと前からあるベンチじゃなくてパイプ椅子って分かります？会議とかで使う、その時だけ使う持って運べる椅子、それに座ってるんですよ皆さん。でその椅子に座ってれば結構待てますよね、確かにね。で座ってて私8番目で行ったら、なんとか私はギリギリ病院の屋根の下に自分が入る、そこで待っていられるところだったんです。8番目でまだ私ここの中平気だな、雨が降ってるから屋根があるところじゃないと傘を差してないといけないですね。よかったと思って、でそこに行ってパイプ椅子っていうその移動できる椅子があったから、それを自分の椅子として座って、でもう一人座れそうだったんですね。隣のところスペース残ってて、また誰か来るかなと思って、雨だからあんまり人来ないかなと思ったんですけど、でもすぐに私の隣に、一人の女性が来たんですね。でそれがだいたい75歳くらいのちょっと身長の低い150センチぐらいの150センチくらいの小さなおばあさん。でもおばあさんといっても全然体は元気そうでした。はい。そのおばあさんが来て、で私は座ってたけどおばあさん来たから、じゃあこの椅子パイプ椅子ってこう折りたたみ式なので作ってあげないといけないんですね。だからこれ椅子ありますって私が言って、どうぞ座ってくださいって言って、でそのおばあさんのところまではなんとかその病院の屋根がある。でもおばあさんの次の人だともう屋根ない、傘を差していないと雨に濡れるっていうところだったんですね。だからおばあさん今来たから中に入れてあげようと思って、どうぞここ座ってくださいって言って、私も座ってるんですけど隣のスペースのところにどうぞって言ってたら、そのおばあさんがありがとうございます、違うわ、最初はねいいですいいですって言ったんですね。いいです、座らないですって言うんですけど、まだ開かないと思うしって言って、どうぞ座ってくださいって言って座ってもらって、でそしたら最初何も話してなかった。で私も初めて来た病院だったんですね実は。目の状態が悪いからやっぱり有名ないい病院に行こうと思って調べて行ったところだから、全然知らない、よくわからない、この何時になったらこのシャッターは開くのか受付が始まるのかもわからない、全然情報がないですね、私は知らない。で隣のその座ったおばあさんはなんかちょっと一人で喋ってるんですね。今日は雨だから大変だったわって言ってるんですね。でそうですよねって私も話して、ねえ雨でもこんなにもう並んでる人がいるんですね、私初めて来たのでよく知らないんですと私が言ったんですね。そしたらそうね、そうよね、雨降ってても皆さん並んでるわね、もう早い時間なのにねって言って話してて、ででもそんなにたくさん話したわけではないんですね私たち。でこう時計を見ながら8時45分くらいになって、まだ開かないかなと私思って時計見てたら、そのおばあさんが隣のおばあさんが「まだ開かないわよ」って「9時にならないと開かないの」ってそうなんですね、9時から診察目の検査とかが始まるけど受付も9時からなんですねと聞いて、そうなのよって
あ、そっかと思って、じゃあ9時まで外にいなければいけないんだと思って、はい。でそんな話している間も、もう私たちの後にもうね6人くらい来ました。だからその人たちはもう椅子はないから、そしてもう屋根の下に入れないから、6人くらいはもう傘を差したまま、雨が降ってますから傘を差したままもう道の方に並んでるっていう状態になりました。うわすごいと思ったんですけどね。でのでその病院ってすごく受付をして目の検査をしてから、目の病院だから最初に目の検査をするんですね。どのくらい見えますかっていうのと、目に風を当てて大丈夫かみたいな検査がいろいろあるじゃないですか。でそれを医者じゃない人がやって、それどこでもそうですね。看護師さんっていうんですけど、ナースですかね、資格を持っている人、あの人たちが午前中にやって、午後から先生が実際に見てくれるらしいんですね。で私それ全然知らなくて、それをそのおばあさんが教えてくれたんですね。私がなんかすごくこの病院って時間がかかるらしいですね。こうすごい朝目の検査して先生に見てもらうまですごい時間がかかるらしいですねと聞いたら、そうなのよ、先生はね午後来るのって教えてくださって、そうだったんですね、だからかっていうふうに話をしてたんですけど、でそっかじゃあ待たなきゃななんて思ってて、で、ちょっとお話をしてて、でここの病院はね女の先生とね男の先生がいるのよって教えてくださって、そうなんですねって、ね、夫婦、ね、結婚してるのってね。で私その女性の先生は知ってたんですけど、男性の先生のことを全然知らなかったので、そうなんですね、で何歳ぐらいかも知らなかったので、男性の先生そうですかとか言って、でおばさんが言うのにどういう目の病気かによって奥さんが見るか旦那さんが見るかが変わるらしいんですね。で私はねいつもね女の先生なの。でもね私の娘はねいつも男の先生なんだってって、そうなんですねって話をしてて、で男の男の先生、そうね、なんか、院長先生なんて言ってたかな、そんなこと言ってて、でだから私もどっちになるかなと思っていたんですけど、でなんでちょっとありがたい情報を聞いたわけで、そこでそっか2人いるのかと、1人だと思ってたので女の先生だけだと思ってて、よかったと思って、少しねお話この人から聞いておいてよかったとその時思ったんですよ。私やっぱりこういう風に話してくれるのって結構女の人は結構こういう風に情報をくれることやっぱり多いんですね。皆さんの国でもそうだと思います。全然知らない人なのに結構いろんなことを教えてくれるのって大体女性の方が多いと思うんですね。やっぱり話すのが得意または好きな人多いですから、でそんなこと言ってて、でなんかそっかとか思ってたらだんだん9時近くになって、そしたら座っていたんですけど、一番最初に並んでいたおじさん、やっぱりそれも75歳くらいのでも結構健康そうな体の大きいおじさんが、みんなが座ってたパイプ椅子を一個ずつ一人で全部持って私の椅子も持って片付けてくれました。なんかよくわからないけど病院の後ろの方に持って行ってくれました。でそっかこういうシステムになってるんだと思って、で元気じゃないあなたともちょっと今思えば思いますけど、本当に目の病気なんですかって言いたいですけど、
まあね、健康診断みたいな、定期的に来てる人かもしれない。そうそう、毎月来てるみたいなね。で9時になったらやっぱり開いたので、やっとシャッターがガラーって開いて、やっとドアが開いて、中に入れたんですね。ああよかったなんて思ったら、私は一番なんですか、初めて来た人だから、受付のところですいません私初めてです」って言ったら「じゃあこの紙書いてください」って言って書かされますよね。なんかね、最初だとね、住所とか電話番号とか、あなたは今日どうして来ましたか、目はどうしましたか、書いてくださいって、ね、あれをバーって早く書いて、じゃあこれって言って見せて、でもうじゃあ待っててくださいって言われて、待ってるソファーがたくさんあるんですけど、そっちを見たらもう皆さん座っていて、座れる席はだいたい50席ぐらいあるかな。結構大きいです。結構広いホールになっていて、でも皆さんこう座ってる人一人いたら一人座ってる、隣誰も座ってない、また一人座ってる、隣誰も座ってない、座ってるって、ここ一個ずつ空いてるような感じで、皆さん一つずつ離れて座っていて、でじゃあどうしよう、どこ座るかなと思っていたら、ちょっと一つ席が後ろの方が空いていて、そしたら偶然その隣にさっきお話ししていたおばあさんが座っていて、ここ座りなさいって小さい声で言われて、はいじゃあここにって言って、そのおばあさんの隣に座ったんですね。でも一つ開けて、おばあさんと私の間はまだ一人座れます。でもそんなに混んでないから、まだ朝9時ですから、空いたばかりだから、そんなにぴったり座らなくてよかったので1個開けて座ったんですね。でよかった、やっと入れたと思って、私はちょっと安心していたんですけど、そんな時は目が痛いんですね、私はね。で中入れたしよかったと思ったけど、どうしよう、きっと今日長いな、時間かかるなと思って、ちょっと自分のスケジュール表みたいなものをちょっと見てたんですね。大丈夫かなみたいな、今日仕事できないなみたいな思いながら、困ったななんて思って、ちょっと自分の、手帳を、ノートみたいなものをこう見ていた。痛いけどもう片方の目では見られるので、ちょっとそっちやっぱり心配でね見てたんですね。でそしたら隣のさっきのおばあさんは自分のスマートフォンを顔の前まで持ってって何か調べてるのかなんか見てるんですね。そっか、やっぱ目がね悪いからねすごい顔の近くで見てるなと思って、そっか大変だなんて思いながらちょっと見てたら、私は私で自分のノートを見てたんですね。そしたらそのおばあさんが急に自分のスマートフォンを私の方にバッと出してきて、私に見せるんですね。ほらみたいな、ほらも言わないんですけど、バッてこう見せてきたから、なんだろうと思ってパッと見たら、その時おばあさんが孫って言うんです。これ孫ってね。お孫さんですかって、ね、孫って皆さん分かりますよね。孫は、このおばあさんの子供の子供ですよね。おばあさんの子供の子供がおばあさんから見たら孫ですよね。孫。そうそう。孫の写真を私に見せてくれたんですね。だけどその写真って普通の写真とちょっと違っていて、まず女の子なんですけど、アニメのアイドルみたいな、本当にアニメっぽかった。なんていうか、ちょっとコスプレしてんのかな。ピンク色のワンピースみたいなのを着ていて、で顔もこうちょっと韓国風メイクみたいな感じで、基本的にピンクですね。ピンクっぽくて、なんでしょうね、メイドカフェみたいなところにいそうな、ちょっと秋葉原のカフェ
で働いているお姉さんみたいな、お姉さんって言ってまだ若い感じのすごい本当に可愛い写真を見せてくれて、ですごい可愛いですねって私言ったんですね。だけどここちょっと気をつけてほしいのが、これ皆さんは順番を待ってる時です。座って、でこれ話をしてるのは私とこのおばあさんだけです。みんな静かに座ってるだけ。そう座ってる人だいたい25人ぐらいかな。25人ぐらいのだいたいおじいさんおばあさんとちょっと若い人でも、私が多分一番若かったと思うんですけど、そういう人で誰も話してない、私たちだけだから、おばあさんもすごく小さな声で孫ってね急に見せてきて、で私も小さい声で可愛いですねって言って、でそしたらおばあさんが、これね地下アイドルやってんのって言うんですね。地下アイドル知ってますか？地下っていうのは地下です。そう、建物の地下、ビルの1階2階3階あるじゃないですか。あれの下の建物の下、はい、グラウンドレベル下の地下です。地下のアイドルって知ってますか？地下アイドルっていうのがあるんです、日本に。みんなの国にもしかしたらあるかもしれない。日本で有名なのが例えば AKB48、はい、例えば乃木坂48っていうのかな、私名前よくわかんないですけど、可愛い女の子たちが例えば48人のグループで、歌を歌う。スカート、だいたい短いスカートを履いて、なんでしょうね、アニメみたいなイメージのヘアスタイルとか、そんな感じで踊りますね。そうですね、踊って歌うっていう女の子たち、だいたい18歳ぐらいからなんですかね。あれ18歳ぐらいから22歳とかが一番多いんじゃないかな。18歳22歳とかそのぐらいが一番多くて、長いメンバーだと30歳近い人もいると思うんですけど、とても若い人たちを集めたグループですね。でAKB48 っていうのはすごくもう有名で、日本では有名なんですけど、その人たちが有名になる前には地下にあるライブハウスで歌ったり踊ったりしてたんですね。でそれを真似して同じようにやっているアイドルたちというのが日本にたくさんいます。はい、でもうたくさんグループがあるらしくて、私は全然わかんないんですけど、もう全然名前がまだまだ有名じゃないアイドルたちっていうのがいっぱいいるらしいんですね。だから結構簡単にそれになれるみたいです。どちらかというと、ある意味私やりたいって言ったら、やろうと思えば結構できる。そうそう、もちろんね可愛くないといけないし、いろんな年齢の何歳とかそういうことも大事だと思うんですけど、そうそうでその孫がそれをやってると、地下アイドルをやってると、で私も普通にいいですねって思って、いいですねって言ったんですね。でそしたらそうなのよって、ね、だけどね変なファンもいるみたいよとか言ってるんですね。で今ね大学3年生だからね、来年にはもう辞めると思うんだけどね、就職活動でね仕事を探さなきゃいけないじゃないって言うんですね。その写真を見ながらね。でもね大変らしいの。これね地下アイドルってねやっぱりねいろんなファンがいるでしょ。ちょっと変なファンも多いんだって。だからね自分の本当の名前を使うことはできないの。自分の名前はねこのね地下アイドルをやってる同じグループの女の子たちにも自分の本当の名前は言えないんだって、言ったらダメなんだってって教えてくれたんですね。教えてくださいとは言ってないですけど、私も自分で話し始めたので、そうなんですか、って言って私聞いてて、で
それ本当に知らなかったので、名前教えられないのか、やっぱり危ないから、なんか変なことになったらね、自分の家はどこだとか、どこで育ったとかね、親の家はどこだとか調べられますからね、今インターネットでね。怖いから、そっかと思って、そうなんですねって言って、でもね、やっぱりねファンがねいるんだけどね、なんかね40代のねファンとかもいるんだって言うから、40代っていうと40歳から49歳くらいまでの年齢年ってことですね。だからいると思いますよって言って、そのぐらいの人たちには特に人気あるんじゃないですかなんて私が言って、ね、そうみたいとか言って、なんかね写真を撮ってあげるんだって、一緒にそういうおじさんたちと1枚300円でね、1枚300円ってよく知ってるなと、よく話を聞いているらしいんですよ、孫からね、家に遊びに来ると。そうなんですねって言って、でそっかそっかって言って、私もそういう世界は知らないので、ちょっと面白いななんて思いながらとか言って聞いてて、でそしたらそうとはいえ、なんでしょう、私もこの話をあんまりこう面白がってもっと質問をしたら、このおばあさんの話は多分止まらなくなるんですよ。もうそういう高いテンションだったんですね。もっと孫のことを話したいっていう空気が出てたこのこの病院の待合室っていうんですけど、待ってる部屋で孫の話、地下アイドルの話をもっとしたそうだったので、ちょっとこれはもうちょっとやめさせた方がいいな、止めた方がいいなと思ったから、そうですかって言って、私は静かにおばあさんが私の左側に座ってたんですけど、静かに私は顔をまっすぐ前の方に自分の方に戻して、私は自分の手帳を見てましたので、そっちをまた見始めるね。手帳を見てたら多分声はかけてこないだろうと私は思いました。これでおばあさんは静かになる。やっぱり周りの皆さんも目が痛いとか目の病気とかで病院にね朝わざわざ並んで来ている人たちですから、やっぱりこんなところでねちょっとこんな明るい話をね、楽しそうな話をやっぱりしているのはね、他の皆さんに迷惑がかかってしまうと私はちょっと思いまして、ダメだと、ちょっとここは静かにこの会話をやめなければいけないと思って前を向いた。そしたら会話止まったんですね。よかったと。で私は心の中でこのおばあさんはねそんなに悪い人じゃないと。外で待ってる時もねこの病院のことね知ってる情報をちょっと教えてくれたりして、悪い人じゃないです。親切なおばあさんだなと私はやっぱりその時思った。話もやめてくれたし、ちょうどいい具合にね、これ以上はいけないと。よかったと思ってちょっとほっとしてた。でつい私また1分ぐらい、いや30秒ぐらいですかね、30秒ぐらいしてからまたパッとちょっとその左側を見たんですね。別におばあさんを見たわけじゃないんですけど、ちょっと左側にトイレがあるみたいだと思って、そこトイレかなんて、きっと時間がかかるからトイレに後で行った方がいいなと思って左側を見たら隣におばあさんがいますよね。おばあさんがですね、もうさっと私の方に顔を近づけてきて近づけてきまして、なんかまだ話したそうなんですよ。で、でなんかねでおおと思ったから、かといってバッてやめるわけにいかない。私もねすぐ前を向くのもちょっと変なので、ちょっとねまた写真をこうやって見ててね、やっぱね大変そうなのよ孫はさみたいなことをちょっとポロって言うからね、ちょっとやっぱり会話してあげないとかわいそうだなと思って、でそうなんですねって、やっぱじゃ地下アイドルねとにかく心配だって言うから、孫が変なファンがいるみたいだっていうね、心配だっていうからじゃああれですよね、ライブをやった後に帰ってくる時とか
また電車乗って家に帰ってくるとか、ちょっと家がねその人に分かってしまわないかとか心配ですよねって、ちょっと別にそこまで知りたくないけど心配な気持ちを一緒に考えてあげようと思ってちょっと言ったんですよ。そしたらそれはね大丈夫なの、すぐここのすぐ近くの駅前あるじゃない、駅前の高いビルあるでしょ、高層ビル、高いっていうのはこう値段が高いっていう意味じゃなくて階が高いっていう意味ですね。あそこに住んでるから、駅着いたらすぐ入れるから大丈夫って教えてくれて、私はちょっとその時ふと思ったんですね。あれと思ってそんなアイドルで自分の本当の名前をみんなに言ってはいけないと言ってプライバシーを守っているのに、その女の子が住んでいるマンションを今日初めて会ったまだ30分ぐらいしか話したことないようなこの私の知らない私という人に住んでるところを教えていいのかと、私はちょっとその時まず思ってそうなんですねって言って、もうこれ以上ダメ、これ以上個人的なパーソナルな情報を聞くわけにはいかないと思って、そうなんですね、じゃあ安心ですねって言って、もうすぐ話をもう終わりにしたかった私は。って言って、そうですかって言ってね。でそうなんですけど、その5秒後ぐらいにですね、急におばあさんまた顔を私の方に近づけてきて、この辺さパチンコあるでしょ、パチンコとかさスーパーあるじゃない、結構大きいスーパー、パチンコも大きいでしょ、そこの土地うち全部持ってんのよって言うんですね土地ってわかります？土地っていうのはそこの建てるための場所のことですね。建物建てる時ってそのグラウンドレベル必要ですね。土地というんですけど場所が必要、その場所のことを土地っていうんですね。土地、で駅前に確かに大きなパチンコがある、駅前に大きなスーパーがある、あと駐車場とも言ってましたね。駅前に駐車場何箇所あるでしょ、ね、あの辺全部ねうちの土地なのよ。うちっていうかね、私の娘の結婚相手の土地なのって言い始めたんですね。急に話変わったと思ってテーマ変わったしそれはどういう意味なんだろうと思ったんです私。と思って、さっきまで孫の地下アイドルの話してたよなと、地下アイドルが心配だっていう話してたよなと思って、と思って土地持ってると私どうしようと思って、私は何と返事をしたらいい、何と答えたらいいと思って、そうなんですか、すごいですねって言って、まだおばあさん私の方に顔を近づけたままなんですよ。まだ話したいっていうシグナルを出してるから、そっかと思って、じゃあね、そしたらねお孫さんも自由なことができますね、お金に心配がないですねって私が言ったんですね土地を持ってるってことは、その土地ね、場所を持ってるってことは、そこの上に建物を建てたら建物を建てた人が土地を持ってる人にお金を払わなければいけないですよね。そう毎月ね、それもねここの土地を借りてるから、そうだからお金が入る、だからお金を持ってる人っていうのはよく土地を持ってるんですけど、それは皆さんの国でも同じですね。そうだからもう私なんて言って答えたらいいか分かんないから、もういいですねって言って、お孫さんは困らない、お金に困らないですねでアイドルずっとやっててもいいですねっていうようなことを言ったんですね。そこまではっきり言わないけど、でも意味はそう、人気が出なくても好きなことやって会社に就職する、会社に入らなくてもお金があると、そのアイドルのこのお父さんがお金持ちってことですね。つまりそうだから安心ですねって言ったんですけどそうね、土地みたいな、でもそうだねお金持ちなのよとは言わないんですよ、やっぱりね、だけど何を言いたいんだろうと思って
急に土地の話してきたと思って。でもこれはこの私の年齢の人だとこういうことを初めて会った人にはしないし、なんでしょうね、個人的なことって言うんですけど、パーソナルなことね、土地持ってるとか、自分の娘が結婚した相手がお金持ちだとかね、自分の孫が地下アイドルだとか言わないし、思いっきり私ちょっと言い忘れたんですけどメンバーに本当の名前を言ってはいけないって言ったくせに、私にそのお孫さんの名前を言ったんですね何々々って言うんだけどさ、でもちょっとそこは早口すぎて私聞き取れなかったんですけど、何々って言うんだけど、これはねメンバーには教えてはいけない本当の名前なんだけどとか言ってちょっと私に本当の名前を教えてるこのおばあさんと思ってダメなんでしょ、教えちゃっておばあちゃんって思います。本当にダメだよ、これ以上お孫さんのことを私に教えないでくれと思って。もし私がすごい悪い人で、私だってインターネットで何かこう皆さんに情報を出すことがすごいできる人だったらどうすんのって。このね、だってどこに住んでるかももう聞いちゃったし、マンションもわかるし私、名前も聞いてしまったし、もし私がお名前何です、お孫さんの名前なんて言うんですか、もうよく聞こえませんでしたって言ってもう一回聞いたら、多分おばあちゃんもう一回言ったと思うんですよ。何々って言うのよって多分教えてくれたと思うしお父さんの仕事もなんか分かっちゃうし、こんなにこう情報を初めて会ったまだ30分ぐらいしか話してない誰か分からない人にこんなにペラペラ話してしまっていいのかと私は本当に思いました。もうね、これね、だからね、面白かったけどマジで本当にもうちょっともうと思って笑っちゃったけど、これは逆を言うと皆さんも気をつけた方がいいってことです。自分のおばあちゃん、特におばあちゃんですね、女ですね、おばあちゃんは私たちの情報をまさか知らない人に話してるだから皆さんも話したことがない近所のおばあさんとかおじいさんになんか名前をもう知られてたり、自分の仕事を知られてたり、なんか外国に例えばちょっと旅行に行ってたとか外国に仕事に行ってたとかだと、なんかあら帰ってきたのとか言われたことありません？とか、あらなんかあなたあれでしょ、英語がペラペラなんだってとか、なんか知らない、そんなことあなたに話したことないけどみたいな、どうしてみたいななんでこの情報をあなたが持ってるんだろうっていう、どうして怖いって思う時私結構あるんですね、今までの自分の経験でも。これね、皆さんもねきっと経験があると思います。これはおばあさんはスピーカーです。すごく大きなスピーカーです。そして本当に私はもうびっくりした。自分の近所の人に話してるのはまだわかるけど、こんな初めて病院で会ったよくわからない女の人に、私ですよにこんなにいろいろ話してしまうおばあさん、地下アイドルをやっていて、ファンがいて変なファンがいて心配だ、家がもしファンに知られたら大変だ、自分の孫の名前がファンに知られたら大変だなんて心配してるのに、全然知らない初めて会った私に名前を教えてしまうという、写真も見せちゃうっていう、このプライバシーがないっていう、このおばあさんに私はちょっと笑いながらも怖いと思いましたダメだよおばあちゃんと思ったし、もうこれ以上孫の情報を私にくださらないでくださいと、くれるなと、
話すな私にと本当に思いました。はい。ですので皆さんですね、ちょっとおばあちゃんに注意。はい。もし皆さんがね、なんか知られたくないこととか秘密にしたいこととかあったら、おばあちゃんは本当に注意。はい。はい。もう特におばあちゃんの家に行ってなんかベラベラ話す。おばあちゃんの家に、自分の親と一緒におばあちゃんの家に行って親と話してる自分がね、でそれをおばあちゃんが聞いてると、おばあちゃんはそれを全然知らないところに行ってそれを話してます。はい。多分おばあちゃんは自慢をしたいんだと思う。うん。そうそう。いいですよ。自慢はいいんだけど、やっぱり言わない方がいい情報もあると思いました。本当そう。私が悪い人じゃないですから今回そんなにね、孫の地下アイドルの情報をインターネットに載せますとか書きますとかみんなに教えちゃいますとかしないですけど、でも私ちょっと悪い人ですよね。今こうやってポッドキャスト作ってますからね。はい、これで皆さんに世界の皆さんに聞かせようとしてますからね、私ね。私も悪い人ですちょっと。ですので、これはちょっと笑い話というふうにおばあさんにも思ってもらって、あとは本当に自分はおばあさんに気をつけようと思いました、自分で。はい。ですので皆さんもぜひおばあさんには話していいことといけないこと、あとこれはみんなに話してはいけないよって言っても多分無理です。はい。言っちゃいます。全部自慢話みたいに変えて多分話しちゃいます。はい。ですので気をつける。はい。ということを実は私は今日言いたかった。はい。病院に行った目が痛いですとかそんなことより、実は今日おばあちゃんに気をつけろっていうことを実は一番言いたかったんですね。それが最大の一番大事な今日のメッセージでした。はい、そうなんです。ということで今日はちょっとなんでしょうね、少し早く話してしまった気がします。言葉がねちょっと聞きにくかったらごめんなさい。はい、なのでこんな話でした。はい、ですので皆さん気をつけましょう。はい、ということでした。はい、ありがとうございます。ということで、では私は、Twitter をやったりしています。あとはオンラインレッスンをやったりしていますね。Zoom レッスンをやったりしています。ビジネス日本語会話練習プライベートレッスンをやったりしています。全部は、オンラインレッスンのリンクから、皆さんぜひぜひ見てみてくださいませませませということです。